センチュリーのこれからの物語を作っていく、仲間同士となってほしい。かなり G が変わってるんですけど、そんなにしてくれませんよね。なんですかね、ちゃんとしっかりここ地面に設置してるというか。今回は新型センチュリーに関しまして、豊田章男会長とマイスタートで行われました座談会の模様をお伝えいたします。新型センチュリーは去年の9月に発表されまして、新たに誕生したマイスターたちはそれぞれの販売店で独自の活動をし始めています。このタイミングでなぜ章男さんは座談会を開いたんでしょうか。そしてマイスターたちに何を伝えたんでしょうか。2023年に発表された新型センチュリー。この販売に合わせて誕生したのがマイスター制度です。マイスターとは新型センチュリーのセールスとエンジニアを担当するスペシャリスト。全国の販売店に在籍するメンバーが面接や試験を受けマイスターに挑戦しました。そして認定されたのは400人。割合にするとわずか 0.6% なんですよ。詳しくはこちらをご覧ください。2024年4月、静岡県小山町にマイスターが集まり座談会が行われました。それではお呼びいたしましょうか。豊田章男会長、お入りください。拍手でお迎え。おはようございます。はい、おはようございます。あんまり拍手で迎えられるってことないんで私今日のこの時を作るにあたって事務局にはこの年表を作ってくれませんかというお願いをいたしました。でこの年表はですね、2番目のところにセンチュリー初代2代目そして3代目のことが書いてありまして、それで歴代社長誰だったか、ね、そしてこれが販売台数ですね。販売台数と、これが一番下がトヨタ自動車の保有台数です、ね、を推移して、あります。で、今日の話はですね、まずこの一番上からさせていただこうかなというふうに思ってるんですが、この一番上は何かというと私の年表です、ね、一番左は小学校中学校というふうに書いてありますけど、この小学校の時に実はこのクラウン8という車ができました。でこのクラウン8という車が、後のセンチュリーに、昇華していったわけですが、なんで8かっていうと V8 だったからです、ね。V8 エンジンを積んだ、クラウン、というものができて、それが、小学校時代の私の自宅にですねよくありました。それでこのクラウン8と私の思い出は、実はうちの母親がですねその車に閉じ込められましたその時ドアを開ける、のが電子制御かなんかに初めてなって、実はですね開けれなくなったんですね中に。夏の暑い日、私は、部屋で夏の甲子園を見てました。それで夏の甲子園を見てたんですが、小学校時代ですからそこで寝ちゃってた。でその間うちの母親がそのクラウン8に閉じ込められて、ずっと「開けてくれ!」とですね、それでなんか夢の向こうにですねなんか誰かが叫んでるなという声を聞いたんですけど、分からなかった。それで気が付いた時にはですね、うちの母親がなんか車の中で開けてくれと騒いでる。それでその小学校ですからもうびっくりしちゃってですね、どうしたらいいんだと、ね、それでなんか知らないですけどそこで私はうちの父親が会社にいるところに電話をしたんですね。それでうちの母親死んじゃうよって言って
そうしたらドアの上にねこれねこういうピコッと引けば手動で開くよっていうね、さすがエンジニアってすごいなというふうに小学校時代に思いました。それで難なく開いて出てきたのがこのクラウン8です、ね、そして、この時ね、この時代に1964年です、私スポーツカーの式年遷宮を語る時に、60年代というのが最初の式年遷宮だったと思います。1968年かなトヨタ 2000GT ができ、同時にヨタ8ができ、そこから20年後の1980年代にスープラができ、セリカができ、MR2 ができ、20年に1回ですね、伊勢神宮の式年遷宮かのごとくトヨタはスポーツカーを作るということをやってました。ですから本来であれば1980年から20年経った2000年の時に実はトヨタはもう一回ねスポーツカーの式年遷宮を迎えるはずでした。ところが当時のトヨタはその時たくさん売れる車、たくさん儲かる車に邁進してスポーツカーはどんどんドロップしちゃったのが2000年代だったと思います、ね。そんな1960年代に実は最初のねこの車ができたよっていうことです。で、そういう時代においてですねトヨタが高級車を作る、ということがどんな大変なチャレンジだったのかというところです。で当時の高級車っていうのはやっぱり大型車が高級車、小型車がその普通の車という感じで車のサイズによってですねヒエラルキーが決まってた時代だったと思います。そんな中で、日本の道にあった大型車といってもですね、アメリカとかヨーロッパの広い道にしてみると、日本では大型車と言われても欧米では中型車になるんですね。ですから中型車の車だけど日本では最高級な車を作らなきゃいけない。そして多分この車はそうモデルチェンジしないでしょうから流行を追わないというので生まれたのがこの初代センチュリーだったと思います。で初代センチュリーの時に開発メンバーとして任命されたのが私の父親である豊田章一郎と中村健也主査、ね、車を作りたい、こういう車をもっといい車を作りたいという情熱だけで全機能を超えたチーフエンジニア制度というのが中村健也さんの行動を見て僕は生まれたというふうに思っております。開発当時この2人が組んで初代の車を関東自動車に泊まり込んで作ったという話をよく聞いております。で名誉会長がですね私によく話をしたのはとにかく関東自動車の飯はまずかったぞと。これLINE 方式の時も言いましたけど、ね、だからトヨタ自動車の社員食堂は本当に恵まれてるんだと、ね、それで関東自動車の本当に飯はまずかったっていうことを本当に嬉しそうな顔で何度も語っていた。これは今でもですね私の記憶に残っております。でそんな2人がですね作ったこの初代のセンチュリー、これね多分ね初代はやっぱりいろんなチャレンジ、世界初日本初の技術にも挑戦しましたのでチャレンジしたがゆえになかなか期待値に添えない車だったというふうに思います。そういう意味で何度も改良した。今でこそもう一回復活しました。トヨタは車を開発し壊し直してまた強くする、これがですね当時のトヨタ自動車では当たり前のようにできていた。しかもそれが本来は完璧であるはずのセンチュリーという車でもね壊しては直し直しては強くしというサイクルがこの初代主査である中村健也さんのもとに僕はできてたんじゃないのかなというふうに皆さんはぜひご理解いただきたいなというふうに思います。でこの初代センチュリーの時実は私は小学校中学校高校を過ごすわけですが私が人生で初めて自分でハンドルを握った車実はセンチュリーなんです。でセンチュリーを運転するにあたって
当時、運転手さんが、名誉会長についてまして、何かの時にですね、私蓼科に一緒に行ったことがありました。で、その蓼科のその敷地内のね駐車場において、当時名誉会長の運転手さんがボン乗るかみたいなね感じで、それでいいのみたいなことでハンドルを握らせてもらいました。で、車ってこういうもんなんだと。だからもう生まれて初めて自分で運転した車がセンチュリーっていうのがちょっとすごいなと思うんですけど、そういう中で2人で乗ってたらですね、それが名誉会長にバレましてね、お前ら2人何やってんだってことになって、もうこっぴどく叱られたんです。それが私のね幼児体験の原単位となり、それから二度とセンチュリーには近づかないというね、私のねなんか怖いものから避けるというね、そういう行動規範がその時芽生えたと思います。ただその時に同時に芽生えましたのが、運転手さんと私との固い絆。それ以降ね、私運転手さんと私っていうのは本当にねものすごく仲良くしてます。でその絆が生まれたのは僕はその時だったと思うんですよ。でその後もそして今日の後半に入る、なんでショーファードリブンの車に求めるものっていうのはね、やはりその長年のね運転手さんと私のそういう人間関係から生まれてきたものじゃないのかなというふうに思ってます。センチュリーの生みの親は昭夫さんの父豊田章一郎さんです。章一郎さんは30年のモデルライフを誇った初代モデル、1997年に誕生した2代目、そして2018年に登場した3代目センチュリーの開発に携わりました。そして2代目のセンチュリーに入っていくわけですけど、これはね私がちょうどねトヨタ自動車に入ったあたりから、多分開発が進み、このあたりでね2代目センチュリーが出てきたと思います。でやっぱり初代センチュリーの時に、名誉会長が、ほぼチーフエンジニア的にね、入っておりましたので、やっぱり2代目のことも気になったんだと思います。で当時私と名誉会長っていうのは、同じ会社の一番ペイペイと一番トップね、この2つによって会社の中のコミュニケーションっていうのはこんなに伝わりにくいんだなとかね、いうようなことをいつも2人で感じていました。で、ところが私から見た、一番そこから見た一番下から見たトヨタ自動車ってこういうもんだよ、ね、で上から見てるとどう見えるのとかね、そういう会話をずっと毎日朝してたんです、ね。というのは名誉会長と私も新入社員ですから、そう会社で会うわけにいかない。そこで、何が起こるかというと、朝飯を食べる時間にちょうど家が隣でしたから、隣に行って朝飯を一緒に食べながらこの間の労使協ねと社長として言ってたけど、ね、あんなもん絶対伝わらないからと、ね、あんなもん絶対伝わらないよとかね、一番地べたから見たトヨタ自動車の景色というものをねずっと言ってました。実は昭夫さんは社長としての最後の一日にその場所を訪れていました。ここが朝食の場所。そうなんですか。そうですか。だから朝僕がトヨタに入社してね、名誉会長の時間を取るのに朝のここのねこんなちっちゃいテーブルでのミーティングっていうのがね、唯一当時社長の時間が取れるなんてこの朝食の時なんですよ。だからそういう時にちょこちょこね、いろんなことを聞いてた感じがしますね。でそんな時時間もなくて、その朝時間がなくて、ある時名誉会長からちょっと横に乗ってけと、会社に行く間に話聞かせてくれという機会が訪れました。それが2代目センチュリーがモデルチェンジした
最初の時でありました。でマスターパッセンジャーとして名誉会長が横で何を感じどうなってるのかというのを実際に体験させてもらったのが私のこの2代目のセンチュリーの時でした。その時ですね急に電話を取り出しまして当時技術トップであった和田副社長に名誉会長から電話をして「君はこの車に乗ったことあるのか?」とねこんな車に乗ってたら船酔いするみたいだぞって言ってねものすごい剣幕で怒ってました、ね、それで車に乗りながらそういうことを会話するんだなというのをね私感じてましたし今でもその片鱗は今私と田中、ね、チーフエンジニアの間で今回の SUV を生み出した時ちょうど大黒ふ頭にね行ってた時後ろのシートから田中さんに電話をして、ね、そういう会話を始めたというのはやはりその時の原体験、というのを感じてるんじゃないのかなというふうに思っています。で3代目のセンチュリーになるにあたりこの辺りから話が来たのはそれまで天皇陛下が使われてた車でその車は大変老朽化してきたということでトヨタ自動車にその後継者を作ってくれないかという話が多分来てたんだと思います。でその天皇陛下のお車を作ることでこれまた関東自動車がですねほぼ手作り匠の技として作り上げそのあたりのノウハウが導入されたのが僕は第3代目の車だというふうに思います。でこの辺りで私は田中チーフエンジニアと出会いました。プリウスのプラグインハイブリッドをやったりそして未来に感じてはこれは環境車だけれども社長がマスタードライバーならばやっぱり環境車でもファントゥドライブの車にはこだわりたいというところから2人の縁が始まったんですがいつの間にやらセンチュリーのチーフエンジニアに変わっていてそれでセンチュリーのことでアドバイスをと言われたんですが近づいちゃいけない車だし名誉会長の車なんで私がねとやかく言う車ではないと思いますよと言いながらほぼ逃げまくってました。でセンチュリーのアドバイスが欲しいなら僕のセンチュリー作ってよと、ねというのが後のですねこのセンチュリー SUV につながっていったんじゃないのかなと思います。でそれまでもセンチュリー班っていうのは私にセンチュリーに乗ってもらいたいためにセンチュリーの GRMN とかですね白のセンチュリー GRM、それとそれの黒塗りこれは世界で1台ずつ2台しかありませんが私自身はどうしてもセンチュリーっていう車はね関わっちゃいけない、車というあれがありましたので作ってはくれたもののなんとなく乗れない車、だったような気がします。で、そこに昨年ですねただ自分が乗れるセンチュリーを作ったよねということで SUV は準備をしてたいう中でうちの父親が亡くなり誰かがこのセンチュリーの継承者にならないといけないなということでもう会長になったなら自分の車ではないけれどもセンチュリーという車に乗り始めようと思ったのが今に至るところであります。そして去年誕生したのが新型センチュリーです。初代センチュリー以来半世紀以上にわたって守り抜いてきた日本独自の繊細な美意識やおもてなしを継承しています。その新型センチュリーに今回私初めて試乗してきました。田中さん、はい、3台並んでると壮観ですね。そうですね本当にうわーかっこいいな。いつ見てもかっこいいですね。ありがとうございます。相変わらず鍛え続けてるわけですね。そうですね会長にまさに鍛えていただいている車ということであります。はい、これですねこれが本当に今お客様にお渡ししている白ナンバーがついた車です。そしてこちら真ん中の1台がですね、タイヤホイールが違うのお分かりと思いますがこれがまさにですね、今会長が普段お使いのGRMN 仕様と呼んでいる外観はノーマルなんてありますが、いわゆる
駆動力特性だとか、足回り、ステアリング特性、またスタビライザーだとかですね、そういう走りに関するところはまさにもう GR そのものでございます。へー、まさに秋夫さんが乗ってるのと同じ。そうなんですよ。実はこれですね、以前車線ナンバーで大黒に行かれたっていうのをご存知だと思いますが、お話聞いております。まさにこの車です。あ、そうなんですね。はい。じゃああの時から、はい、秋夫さんが走って、はい、そのまま田中さんに電話をして、そうですそうです、いろいろ注文がありました。ありました。はい、その注文をレベルアップして、まだまだもちろん終わりはないよと言われましたが、一応そのレベルアップしてですね、だいぶ良くなったじゃないかと言っていただいたこれが今状況になります。なるほど。あの時から進化したのが今これだと思うんですね。そうです。はい。じゃあぜひちょっと乗せていただいて、ぜひぜひご一緒させてください。はい、ありがとうございます。ご一緒させてください。どうぞ。そんな田中さんに開けていただいて、私こっちに優しいですね。やっぱりスライドがスーッと出てきました。手を差し伸べてくれるかのようにステップが出てきました。どうぞ。失礼いたします。ください。失礼します。乗りやすい。失礼します。はい、じゃあ閉めます。静か。閉まるのも静か。このシートのクッションの感じもですね、なんか異常に柔らかいと良さそうになるんですが、やっぱり長時間乗るとやっぱりお疲れになるだとかっていう部分もありますし、そういう意味においてもこのシートの硬さも含めてちょうどいいっていうふうに、言っていただいてます。なんだろう、包まれつつこう支えられてるみたいな。さあ、それでは参りましょうか。はい。これ今スポーツモードっていうモードになってます。GR ですからね。はい。すごい、もうでも乗っただけでワクワクする。すごい。これがやはりもともと会長は乗り心地すごく大事なんだけど、ゆさゆさ揺れながら乗り心地いい車っていうのはいくらでもあるよねと、だけどとにかくフラットに走って乗り心地のいい車、やっぱりそういうのは目指したいよねっていうお話がありましてですね。でこれかなり今日サーキットコースなので、普通の車だったらかなりロールするんでありますが、プロのドライバーの方ですけど、相当ロール小さいと、これかなり急なコーナーですけど、こういうとこですね。はい。ぐーっと。これかなり G がかかってるんですけど、そんなに姿勢崩れませんよね。なんですかね、ちゃんとしっかりここ地面に設置してるというか、そうなんです。ぐーっとこう力が入っていくような。そうなんです。でそうしますとやはり駆動力特性もですね、やはりもう少しアグレッシブに走りたくなる。そこを実は我々最初提供した車はですね、この駆動力特性とは違ってまして、で今はアクセルワークに対して自然に駆動力がよりアグレッシブに、出るようになってますんで、今ドライバーの方も非常に運転して楽しい、そういう車になってるんではないかと思いますが、いかがですか？めちゃくちゃ楽しいです。いや、乗ってる方もこれセンチュリーに乗ってるって感覚ないですね。ですよね。でそれでいてそんなにですねなんか乗り心地が悪いとかですね、そういうことはあんまりないと思うんですね。一方ですね、やっぱりちょっとこう路面からのゴロゴロとかですね、ちょっと乗り心地でちょっと荒いところあると思うんですね。そうしますと、いわゆるドライバーズカーでもあるんですけど、ショーファーカーですので、やっぱりコンフォートモードはもう少し乗り心地をよくしてくれよっていう実はリクエストがありました。それって両立するんですか？でコンフォートモードにしてください。どうです？あれちょっとなんか今カーブのところが下の振動が減りましたでしょ。なんかふわっとなんでしょうね、スーッといくようなイメージ。全然違いますよ、感覚は。自転車だとすると、アスファルトの上を走ってる時と土の上を走ってる時の違い。わかります。そんなイメージ。いわゆる路面からのゴツゴツを体に感じる感じが。やっぱり会長から、GR とは言っても、やっぱりショーファーカーのセンチュリーなんだから、やっぱり後席に乗る時にはもう少しやっぱり乗り心地こだわりたいよと、大きな方向としてはこれでいいけど、もっとアグレッシブに走ろう。でリアのことを考えたらコンフォートモードはもっと乗り心地よくしようと、その辺をもう明確に言っていただいて、でみんなで相談して作り上げたのがこの仕様になります。だから一番車好きで一番うるさい人がマスターパッセンジャーでいてくれる嬉しさ。そうですね。それがお客様に届ける前にできるっていうのはすごいことですね。そうなんです。まさに、変な言い方ですけども、
車線ナンバーってある意味我々の開発車両ですから、その状態でね、いわゆる試運転車両ですよ。車線ってそういうもんですから、その状態をまだ未完成の状態をトヨタ自動車の会長が、実際に乗って半日ぐらい実際正午何周も走ってやっていただいた、結果がこれでございます。はい。すごい。今のドンというちょっとしたギャップありましたけど、全然感じないですよね。全然感じないです。なんか音だけトンとそう聞こえ音だけしましたよね。はい。体にはほとんど感じなかったです。はい。ほとんどじゃないこれがあれだけのところをロールを抑えた走りの車がこんな乗り味っていうのもなかなか、このセンチュリーの、こういう GRML 仕様の足回りの特徴です。もう終わっちゃうんですか？強制的に終わっちゃいました。終わっちゃいました。はい。もうずっと乗ってたくなる。ありがとうございます。いや、そう言っていただけると本当光栄です。再び座談会。明夫さんはマイスターに求めることについても語りました。これ中村健也さんのですね原点を理解するところから始めていただきたいと思います。私の心に残ったキーワードが何点かあります。それはね、やはり同じでないことっていうことを何度も言ってるんですね。どっかの車の真似じゃない、ねというようなことは言っておられますし、この車の価値は後部座席のお客が決める、ねということも言ってますし、いつかは乗ってみたい、乗れる人になりたいというのがですね、初代の中村主査が言ってたこの車のへの思いだと思います。で、トヨタの商品というのはグローバルでフルラインナップ、高級車から大衆車、コンパクト車まで全部あるわけですが、それが道によってですね、その大型車のやっぱり定義が違ってくるんですよね。アメリカのように広い道であればもっとドーンと大きなあれですけども、日本の道にあったやはり大型車というとやっぱり横幅もね、最近1900を超える横幅が出てまいりましたけど、やっぱり日本の駐車場とかねいうのを考えるので、それをこの1960年代に高級車、日本の最高級車として生まれたこのセンチュリーということはね、ぜひ今は我々3代目なり SUV なりの世代ですが、やっぱりそこのところの先人の思いというのはね、やっぱりいつも忘れずにしといてほしいなというふうに思います。それだから他と同じ作り方、他と同じ開発の仕方、他と同じ売り方ではダメだという判断のもと、今回センチュリーマイスターということで、他の車であれば販売店さんにお願いをして、そこでねそのお買い求めいただきたい人がご希望があればね、1台でも多く売っていくというのがトヨタの一般的なビジネスモデルだと思います。この車はあえてね、たくさん売ることに価値観を求めてはいけないんじゃないのかなと思ってますね。それでセンチュリーマイスターに期待することにつながってきますが、私が社長になって商品経営ということをトヨタ自動車やるようになりましたが、私の商品経営はエンジニアでない私がどう商品経営に関わるかというのは、商品の物語作りだと思います。今はプリウスにも物語があります。クラウンにも物語があります。そして、そのいろんなスポーツカーにも物語がある。全ての車に何か物語があるんですね。でセンチュリーはあえて物語というものは今まで口にはしておりませんでしたけれども、改めてこういう機会を持たせてもらって、自分とセンチュリーの関わり方を振り返ってみると、本当に生まれた時からセンチュリーと私のね付き合いっていうのはあったんだなということをあまりに、痛感しておりますし、その割にはセンチュリーに関わるねしっかりとした物語がないんじゃないか、ということで、やはりこの3代目、そして SUV という新しいね
新しいその塊の車が出てきたことによって、そしてセンチュリーマイスターというね、皆さんが任命されたことによって、ぜひともねセンチュリーのこれからの物語を作っていく仲間同士となってほしい。ですからそういう意味でぜひとも皆さんが所属している会社というよりはね、センチュリーに属しているマイスターね、でセンチュリーに属しているチーフエンジニアですから、ある面センチュリーバカになってほしいね。センチュリーのことだったら何でも知ってるよ、ね、しかも今はそのストーリー作りに参加してるんだというようになってくれたらこんな心強いことはありません。そしてこれからもセンチュリーに興味を持ってこれからも好奇心を持ってどんどん知ってほしいなというふうに思います。からなぜSUV かということなんですが、一つはですね、自分のセンチュリーを作ってちょうだいと。それがなんで SUV という形になったかということですが、自分にとってショーファードリブンの車というのはクラウンから始まってます。それまではセンチュリーからの対比ということで、マスタードライバーとしての基準の車はですね、私はコンパクト車両、カローラとか IQ とか、GR ヤリスとか、そういう車を自分のマスタードライバーの基準車にしています。その人が初めてショーファードリブンというか、運転手さんに送迎してもらう車になったのはクラウンでした。でクラウンだったんですが、私の使い方というのはオフィスであり、ね、それから一人何役もこなしておりますので、車の中で着替えを しなきゃいけない、お通夜に行って即ね、何かのその披露会に行って、それは喪服でねお披露の場に行くわけにいきませんので、車の中で着替えるしかなかった、ね、そうするとセダンの後ろのシートでね、もうあまりに狭い、それで、当時、ありましたワンボックスのアルファード、という車を、ショーファードリブンの車に使いたいということを今から20数年前、ね、私が役員になりたての頃、考えました。ところが当時の常識では、その運転手さん好きの車がねアルファードになるなんていうのはね考えられないと、ね、ということで、会社はそういう車を貸与してくれませんでした。ところが役員になると1台、車をつけてくれますので、そんなことから私が借りた車をアルファードにし、その自分が借りてる車を会社の運転手さんに運転してもらって、それでショーファードリブンカーとして使い出したのがですね20数年前です。ところがその当時はアルファードでホテルに乗りつけますとロビーで降ろしてくれない、ね、ここじゃないと、納品業者は下に行けみたいなねそれから仕入れ先なんか訪問しますでしょ。訪問しますとやっぱり、私がね、当時若かったといえ役員でしたから、仕入れ先さんっていうのはお迎えに出てくれますね。お迎えに出てくれた時に向こうのね役員の方が玄関で待ってるんですよね。待ってるところに、白のねアルファードでずっと乗りつけると「今からトヨタさんこんな邪魔だどけ!」みたいなね「どけ!」ってね、そんな扱いの車がアルファードですよ。ね、で私自身がクラウンから始まったショーファードリブンカーの私の使い方はオフィスであり、ね着替えの場所であり、ね、そしてもう一つはね休息の場だったんですね。これが大きいと思いますね。やっぱり移動時間ぐらいしか休めないような時っていうのがありました。そうした時に休息、なんかリラックスできる場所で、かつ、そこでいろんな会話をしますね、電話なり、ね、そうするととんでもない秘密なね話も時々するわけです。ですからそういう中で運転手さんと自分とのこの信頼関係というかね、これによって安心できるそのオフィス空間、安心して寝れるその休息空間、こんな場所をねどんどん求めていったんだと思います。
普通のようにこんなにたくさん乗られるとねVIP かどうか分かんなくなるじゃないですか。ね、私が最初アルファードに乗った時は商用車と思われました。ね、でも今だとねどの VIP かが分かんなくなるんですよ。そうするとねやっぱりちゃんと VIP として分かってよという方にはそれなりの車を提供しなきゃいけない。そうなると室内空間が得てね、それでそのVIP と誰から見ても分かるというともうセンチュリーしかないんですよね。それで僕センチュリーの SUV、という車が出てきたんじゃないのかなというふうに思ってます。ね、でセンチュリーに乗ってもらう、ね、これからのリーダーってこういう人たちだよねというキャラクター像をね、作っていくか、こんな旅をね、ぜひとも皆さんと一緒にさせてもらいたいなと思います。で、そうしていくためにはねやっぱりこの私がセンチュリーというものに秘めた狙いは単なる単一車系というかね単一ブランドのセンチュリーがトヨタレクサスのに加えてのねもう一つのプレミアムブランドなんて思ってません。そこの狙いはねやっぱり多分トヨタレクサスを超えるねアバブプレミアムブランドとしてそのどういうねブランドを育てていけばいいか、というのをやっぱり現地現物でねやりたい。そのための同志が皆さんであれ、我々ですよというところがね今回のスタートなんじゃないかなというふうに思います。マイスターからの質問も相次ぎました。どのように販売店の方からそうね、任命されたか、ここからいきましょうか。そういきましょう。こうやって実は任命されたんだっていう他の人に聞いてもらいたいって人います？ここがトヨタとしては公募ではなく、指名ということで、直接代表の金子の方から話がありまして、任命していただきました。例えばね今までそのセンチュリーが出てね、はい、SUV が出て何人の方に乗っていただいて、はい、何人の方にお断りしたんですか？今実際に受注いただいてますのが5台受注いただきまして、1台ご納車をさせていただきました。それでお断りした人っているんですか？はい、いらっしゃいます。それはどういうことで断ったんですか？それは過去の今までの弊社との何かトラブルだったりだとか、あとは実際にお客様が車に求められていること、趣味なのか、それがステータスなのか、本当に車を大事に乗っていただけているのか、それとも回転が速く、希少価値としてただ持ってるだけなのか、投資として持ってるのか。ただセンチュリーのね、はい、SUV だと、はい、過去にねトヨタと取引のあった方以外にも、はい、例えばベンツ乗ってましたとかね、はい、ベンツのゲレンデ乗ってましたとか、はい、いう方もおられると思うんですよね。はい、そういう方はちょっとねお店との取引履歴分かりませんでしょ、はい、そういう方はいなかったんですか？いらっしゃいます。そういう人にはどうして、そういう中で断った人います？実際にお会いして話をすると、本当にその方がセンチュリーに乗りたいのか、そうではないのか、それはやっぱり伝わるものがあります。本当にセンチュリーに乗りたい方はそのセンチュリーの車に対する思い、また歴史であるだとか、情熱というのはこちらの方にもビシビシ伝わってきます。そうではない方はセンチュリー乗りたいんだけど俺乗れないの、やっぱ軽い感じがやっぱあるんですね。なぜ乗れないんだ俺は、やっぱそこの差は皆さんマイスターの方も一緒と思うんですが、お会いするとやっぱり分かる、伝わってくるものがある。なるほど。今回の座談会には中国からもマイスターが参加していました。首先回答会长第一个问题 ，Master， 我们是 TMCI， 我是作为的话主动申请的，我们 dealer 的话现在的话还没有专门的 Master， 采取的方法是1对1的这种沙龙的方式，他不是讲他不是看重车的这个品质和它的文化，而是过多的去关注如何的话能够有最优惠的价格，这个是我要注意的。例えば今マイスターってお断りするお客様の方が多いかもしれないんですね。で結構そういうもっとね売る人の基準をはっきりしてくれとか、メーカー側にね裏から来る意見と結構あるんですけど、今日やっぱり会長の話を聞いてセンチュリーという物語を一緒に作っていくんだっていうスタンスからすると、おそらく基準なんてないんだよ、ね、
相手の好感度を上げる、この人と一緒にいたいって思えるような人、エグゼクティブ VIP って言った瞬間に基準が年収がいくらとか、だからそういうスペック基準じゃないと思うんだけどね、僕は。だからそこはすごくそのメーカーとしても難しいなと思いました。だから逆にね、皆さんがセンサーとなってもらわなきゃ困るんですよね。基準があればね、別にセンチュリーマイスターってね、大上代に決めなくたってね、ネットで大丈夫でしょ。なんで販売店のね、人が介してやってるか。これは人ならセンサーになれるからですよ。だからそこのところをメーカーの基準を決めてじゃなくてね、それも一緒に作っていきたいんですよね。なんとなくね、車を買っていただいたら我々の仕事終わりみたいなね、ところあるんですけど、センチュリーはちょっとね、その後ね、いろんなカスタマイズとかね、それからいろんな用品とかね、いろんなものは今後作っていこうと思ってます。例えばぐらいのね、センチュリーであればね、傘立てがあるじゃないですか。でも専用の傘ってないでしょ。だからそのセンチュリー専用の傘みたいなものをね、ちょっと今考えてたり、アルファードがそうでした。私がアルファードをね、ショーファードリブンの車で使うようになってから、いろんな小物を作ってきました。それからいろいろなことで改善をしてきました。でセンチュリーはまさにそういうことでしょっちゅうね、お客さんのね接点が持てると思うので、ね、例えば靴べら一つ取ったってセンチュリーの中にちょっと洒落たね靴べらを置いとくだけでね、リラックス空間でドアが開いて、外に出る時にはね戦闘モードになるわけですから、そんな時にこの靴べらで靴に足を入れればね軽やかになるとかねそういううんちくも一緒に作っていきたいと思ってるんですよ。ぜひそのあたりもね、こんな用品といっちゃそれまでかもしれないけど、こんな用品があればね、お客様とも話が安いとか、喜んでもらえたとか、こんなものいらないよって言われたとか、そういうようなことっていうのが共有できるとマスタードライバーの耳っていうのがね2つじゃなくて、もっともっとたくさんのものになると思いますので、ぜひともそういう意味でね、皆さんがそういうセンサーにね、なってくれると本当にもっともっといいセンチュリーになるんじゃないのかなというふうに思いますので、それもまた合わせてよろしくお願いしたいなと思います。センチュリーをアバブプレミアムブランドに育てていきたいということで、将来的に例えばセンチュリーに特化したお店を作ろうという構想も会長の中でもしかしてあるのかなという。いやまだね出口は何も決めてません。それができるできないは今のセンチュリーがどういくかというね延長線上になりますから、はい、今の成功をなくしてねそのアバブレクサスなんてありえないんですよ。だからまずは今のセンチュリーでこんな情報共有できるようになったらね、販売店側の現場の声とね作り手の現場の声がこうやって結びついたらね、こんなに短期間でこんなに改善できたじゃないかというようなことでね、お客さんの方もこんな人たちのネットワークできたよとかねいうことがあると次につながるんでね。だから最後の出口はまだまだね考えてもいても実行段階じゃないと思うので、今とにかくね失敗物語でもいいんですけどそれをね成功に持っていくプロセスを一緒にやらせてほしいということでお願いをしたいなと思いますね。テクニカルマイスターとしての思いの継承なんですけども、特に私たちがするべき思いというのを一つ教えていただきたいなと思います。それをさ僕が教えるんじゃなくてね、はい、道野さんが僕に教えることで私の思いですね。テクニカルマイスターとしてこういうことはね継承しなきゃいけないんだよと、マスタードライバーちゃんと知っておきなさいよというのは道野さんが僕に教えること。僕がそっちに教えることじゃない。はい、ありがとうございます。だって現場に近いんだからそっちの方が。そうですね。ね、はい、ね、どう
僕に何を教える？はい、私も、直にこれから選任されてくるテクニカルマイスターに関しましては、昨年の7月に行われたマイスターの研修であったり、今回のこの貴重な経験をそのまま伝えるのと同時に、私の実体験に基づいてお客様との関係性であったりですとか、その対応の部分はしっかりと継承していく必要があるかなと思っております。今の話に聞いて思ったのはね、それ全部過去のこと。今起こってることに目を向けたらいいよ。ね、今起こってること、今きっとね、多分ね、お客さんからいろいろ声もあると思うの。ね、そこに今起こってることに目を向けていけば、絶対どんなお立場になろうともね、現地現物からは逃げれませんって。ね、それをやっぱり過去の自分の実績とかね、いうことだけで判断しだすと、ちょっと現場から遠ざかっちゃうと思います。ね、だからそこだけ気をつけてもらえばね、今目の前にあるものを解決することをずっと続けていけば先の景色は変わるんですよね。ところが過去の実績とか過去の経験だけで物を言ってると未来はどんどん変わってきますからね。だからそうするとちょっと取り残されるとかあるので、そこだけお気をつけいただければね、全然心配ないと思うんですよ。で今までセンチュリーっていうとね、国内だけだったと思います。今国内だけじゃなくて世界中にこのセンチュリーというのがね、今回この車になってから導入されることになってます。そうするとね、やっぱりこれから乗ってもらいたい人っていう時に世界のリーダーたち、と共にね、このセンチュリーは育てていきたいと、私の分身になってくださいとね、私の分身になって、もらうためにね、ちょっとこちらの動きも興味を持っていただきたい。皆さんの物語もね、そういうところに入っていけば、きっとセンチュリーがいつかはアバブレクサスのようにね、昇華するタイミングというのが必ず来ると思いますので、今後ともよろしくお願いをしたいなというふうに思います。マイスター座談会のマイスターとして参加したわけですけども、どうでした？いやすごく緊張しましたけど、本当に経験できない機会だったので、もう何か質問できることは質問しようと思いまして手を挙げさせていただきました。この座談会で何かご自身の中で変わったことってありますか？やはり秋尾会長がおっしゃっていただけた自分の分身になれ、やっぱりこの言葉はもう胸に刺さりましたし、分身として見ていただいてるっていうところにすごく感謝もしますし、もう今からもう分身と思ってですね、活動してまいりたいと思います。秋尾さんと写真は撮りました？撮りましたね。いいですか、見せていただいて。はい。これセンチュリーの前で撮ったんですね。もうツーショットで撮っていただきまして、もう全お客様に自慢して見せていただきます。これから先どういうふうにマイスターとしてやっていこうっていう今お気持ちですか？今までもいろいろ努力はしてまいりましたが、これからよりですね、お客様と一緒にセンチュリーというブランドを育てていけるように、自分自身も成長していかなくてはいけないなと強く感じました。中国でのこの新型センチュリーの可能性っていうのはどう感じてらっしゃいますか？它是为中国的话，这些富裕阶层又增加多了一个选择，而且是一个具有东方美学的一个豪华产品是存在。而且我们现在的话，就像会长所说的，我们要打造一个故事。今日のマイスター座談会を終えて、どんな感触を得ていらっしゃいますか？まずね、この3台見てください。ノーマルセンチュリー SUV、そして GRMN、そして相撲協会に与えたオープンカー、ここの富士にいて、それを後ろにいるのがセンチュリーの、ね、ストーリーテラーたちですよ、ね、だからこの方々と本当に、心が一歩近づいたなっていう感じがするので、そういう意味ではね、雨の予報がこうしてね、曇りになり、晴れになっていくんじゃないのかなと。まさに今日がスタートと思っているだと思います。はい。だからこれ例えば10年後見た時に、この日がスタートだったんですねっていうふうにしていこうと思ったのは多分私一人ではないなと思いますし、ここにおられた人もね、みんなそう感じられたんじゃないかなと思います。